人口増加が経済成長につながる時代が続いてきましたが、一部の識者から生成 AI やロボットによる自動化で人口減少でも経済成長できる可能性が主張され始めています。ひろきさんどう思われますか？無理。うーん結局、一部の会社がめちゃくちゃ儲かったとしても、他の人に配られないんですよ。例えばじゃあ輸出企業、トヨタがめちゃくちゃ儲かりました。で、トヨタが儲かって、もちろんトヨタは納税はしますよ。でも、納税はするんですけど、無能で働くこともできなくて、だらだら暮らしている日本人の性格の悪いおじさんに、トヨタがお金をあげますか？あげるわけありません。日本国の会社で、トヨタという会社がめちゃくちゃ儲かったとしても、日本国民にお金あげるわけないじゃないですか。で、じゃあ、めちゃめちゃ法人税率高くするわってなると、多分日本じゃなくて他の国行くよねとか、日本にそんなに税金が落ちないようなグローバルチェーンを作って、他の国は他の国で独立していて、他の国で納税するようになって、日本国の売り上げというのはそんなには来ないよねっていう形に多分変えちゃうんですよ。なぜなら株主がいるから。会社のシステムというのを最終的に決めるのは株主なんですよ。株主の多くというのは基本的にお金を儲けるために会社に投資しています。なので、投資家だったり、機関投資家だったりっていうのは、利率が高いからトヨタに投資してるので、なので、トヨタのお金を、おっさんの日本人にお金を使いますってなると、機関投資家は、よし、この社長を辞めさせようとなっちゃうんですよ。なので、基本的にはそのどっかの会社がめちゃくちゃ儲かったとしても、そのお金をその国に国民に配るというのは、僕が見てる限りやった先進国は一つもありません。輸出企業が儲かったら日本全体が幸せになるんだっていうのは嘘です。僕が知る限り先進国でそんな動きをしている国は一つも見たことがありません。なので、経済成長にはつながらないです。ただ、その一部の生成 AI とかロボットで儲かってる会社は成長します。そこの会社だけ成長して、他のところは没落していくっていうことになるわけですね。世界の動きはリベラルが正論だという考えです。どうかな？しかしリベラルだと女性の人権が守られるからか少子化になってしまいます。今でも人口が増えているのはアフリカユダヤ教正統派アーミッシュです。とイスラム教ですね。結局人口を増やすことができるのは保守化ということでしょうか？ひろきさんの意見聞きたいです。はい、そうです。考えが正しいかどうかではなくて実態として人口を増やしている国の考え方、人口を増やしている宗教の考え方でいくとキリスト教よりイスラム教の方がやっぱり子供は増えています。いい悪いとかではなく構造としてどうなのかっていう点でいくと書いていることは正しいとは思います。ただ一回そのリベラル的な思想になってしまった文化を保守思想に戻すというのはできないんですよね。昔はその参政権は金持ちしか持ってないよねって時代から男性はみんな持てるようにしようとか、その後じゃあ女性も投票できるようにしようというのでどんどん権利が広がって、でその後じゃあ女性も働けるようにしようとかっていうので女性と男性が平等です日本はやったんですけど、ただそうすると子供を産むために家にずっといるっていうのはしない方がいいよねって考える人が増えてしまうと。でそのためにやっぱりじゃあ女性の権利を取り上げますっていうのはもう不可能だと思うんですよね。なので起きてしまった状況を変えるというのはできないので、別の形でなんとか少子化対策をしなきゃいけないんじゃないかなと思います。もしくはね、日本が国教をイスラム教にするとかね。そうするともう考え方を変えざるを得ないっていう、そういう何かしらの強制をするっていうのはあるんですけど、それよりは社会制度の方で、リハックで片山、なんだっけ僕人の名前覚えられないんですよね。片山さつきさん。リハックでお話をさせていただいたんですけど、その時のアイデアとして、子供を2人以上産んだ女性は社会保険料ゼロでよくねっていう案になったんですけど、僕は結構あれありだと思ってて、ハンガリーも子供3人以上産んだ女性は所得税タダっていうのをやってるんですけど、所得税タダにしちゃうと財源問題っていうのが出てくるんですけど、子供を産んだ場合、その子供が働いて税金を払うようになって、もちろん社会福祉も担うようになるので、女性が子供を産んだというのは社会にとってプラスなのだから、2人子供を産んだ女性が社会保険料を払わない。でもその方が子供が増えるから得なんじゃねっていうので、実は財源問題も解決できるんじゃないかって話をして、僕は結構ありなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、っていう感じで今までの女性が働いてもいいよ。でもじゃあ子供を産んだ人はプラスアルファで何かメリットがあるよっていう形で出生率を上げていくという方法はあるんじゃないかなと思いますけど、子供一人の場合は人口減ってっちゃうんですよね。本当は子供二人産んでも人口減ってっちゃうんですけど、子供3人以上産んだ人がいれば税金安くするとか社会保険料取らなくするっていう形にすると人口が増えていくという構造にはなります。はい。ひろゆきさん、仮に都知事として少子化対策で確実に成果を上げるとしたら、どのような政策を実行しますか？結婚して3年以内に子供を産んだら、大学の奨学金をタダにする。基本的に
収入の多い人が結婚してるっていうのはあんまり変わんないんですよ。20代で年収600万とか700万超えると、確か700万超えると結婚率ね90%いくんですよ。で、600万ぐらいで70%超えるのかな ?20 代で。なので、年収高い人が結婚してるというのは基本変わらないんですよ。じゃあ年収低い人がなぜ結婚できないかっていうと、お金がないと大変だよねもあるんですけど、お金を稼げる予備軍の人たち、大卒の人たちも、今のその日本の大学生って50%の人が奨学金もらってるんですよ。奨学金でだいたい300万円とか400万円とかの借金っていうのをしてスタートするので、1人で300万持ってますと。で、結婚すると世帯当たり借金600万円になっちゃうんですよ。したら借金返してからじゃないと、これから子供を産んで子供の世話にお金かけて、で、やっぱ2人とも働くことはできないので、どっちかが休んでってなっちゃうと、収入も減ってお金も返さなきゃいけないから、これ難しいよねってなっちゃうんですよ。なので、子供が生まれたらもう奨学金返さなくていいっす。っていう制度にしちゃえば、もちろん育てるならね、産んで里子に出しましたからダメだよ。なので、産んでしまったら、その世帯600万円の借金がチャラになりますよってなると、じゃあとりあえず結婚してみようかと。で、結婚して毎月の返済2万円とかあったら、最初の3年間は2万円は払わなくていいですと。じゃあとりあえず結婚しちゃうと、毎月2万円の借金返済をしなくてよくなるんですよ。なので、結婚するだけでまずメリットあるじゃないですか。割と皆さん見過ごしがちなんですけど、少子化って言うんですけど、結婚をしてる世帯の子供を持つ人数自体は、実はそんなに変わってないんですよ。結婚する人数が減ってるから子供が少ないんですよ。なので、結婚させると、大体子供を産むんですよ。大体みんな好きじゃないですか。布団の上で行うスポーツが。結婚すると、大体の人は心置きなくそういうスポーツをされて、で、その結果、子供が生まれてしまうんですよ。結婚して同じ屋根の下にいて、そういったスポーツをされないっていう人ってあんまりいらっしゃらないので、なので大体の人はね、ナイトスポーツに励むことになるんですよ。お金もかかんないしね。なので、結婚させて、で、もともとそんなに借金をっててお金がないんだったら、部屋も狭いので、もうお金もないから、じゃあナイトスポーツするかみたいなことになって、だいたい3年ぐらいあると、子供生まれちゃうんですよ。で、子供生まれると、借金チャラなんですよ。600万円をこれから稼ぐって超大変だけど、子供産んだらもう払わなくていいのってなるじゃないですか。で、そうすると、例えば年収300万円、年収300万円の2人が結婚したとして、1人はじゃあ子育てで働けなくなりましたって言っても、もう借金ないんだったら、300万円とパートで150万円で450万円で、それなりの補助金とかあると、じゃあ別に3人でも暮らせるようになるよねっていう構造になると思うので、なので結婚した人に大学の奨学金を返さなくてよいっていうのは、ハンガリーもやってるんですよね。ハンガリーが移民比率がだんだん多くなってて、なるべくハンガリー国籍を持ってるハンガリー人を増やそうっていうのをやっていて、大学の教育にかかる借金を帳消しにするっていうのもあったりするので、他の国でやってるそういう制度というのをちゃんと使えばいいんじゃないかなというふうに思ってます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。